こんにちは、ゆうかです。12星座の落とし穴シリーズ第3弾目ですね。風の星座、水亀座です。はい。水亀座さんはなぜ誰ともつながれないのかっていうタイトルでちょっと今回は、書いてみたっていうかタイトルを作ってみたんですけれども、1月20日頃から2月18日頃の星座で冬が終わって次の時代を持ってくるような星座なんですね。で水亀座って、私って水亀座全然ないんだけど、でもすっごくわかるっていうか、私はすごく共感できる星座ですね。水亀座ってすごくみんなとつながってる星座って、一応言われてるんですけど、でも実は一番誰ともつながれてない感覚を持ちやすい星座でもあるんですね。水亀座って11ハウスってなんかこうコミュニティみたいな、みんなでこう何か作ってあげよう、作り上げていこうみたいな星座、星座でハウスですね。11ハウスなんだけれども、あと風の星座ですごくこうやっぱりコミュニケーションがみんなとコミュニケーションしていくみたいな感じで、支配星は天王星ですね。だから未来とかネットワーク、集合意識、つまりなんて言うんでしょうね、新しい未来、これからの未来をどう作っていくのかみたいな、そういうところに意識が向いている星座なんですね。で水亀座ってアクエリアスっていうじゃないですか。でも水じゃないんですよね。そこは面白いところだけど、水の星座じゃなくて風の星座で、水を運ぶものっていう風にこう位置づけられていて、でこの水っていうのはこう水って感情って言うけど、感情の水じゃなくて意識とか知識の水なんですね。仏教とかでもさ、なんていうの、知恵とかさ、無明とかこう知恵がないことを無明とか言うじゃない。そんな感じで、その知識をこう持ってる人っていうことで、神話ではガニメデっていう存在がいて、こう天から水を人間に流す役割なんですよね。でつまり水亀座っていうのはこう上から意識を流してくる人たちっていう感じで、生まれた時からなんかこうなんとなく知恵を持ってるっていうか、なんとなくこう意識が高いって言ったらあれだけど、なんかこうそうじゃないんじゃないかなみたいな勘みたいなものっていうかが備わってるんですよね。で多くの人はおそらくそれが分かんなくて、でも私が思うのは今の時代ってこう新しくなっていく時代だから、水亀座さんじゃなかったとしてもなんかこう感覚的にそうじゃないんじゃないかなって分かる人も増えてるとは思うんだけど、水亀さんは多くの方がちょっといやこれってそういうことじゃないんじゃないみたいな、そういうのが分かるんですよね。で最近さ、お友達のグループでおしゃべりしてた時に、あのみんなどう黒船だったみたいな、なんか一人の友達がそう言って、黒船って私セリフを聞いたことがなかったっていうか、でも要はこの家族の中で異端者じゃなかったみんなっていうことだったんですよ。みんな変わってるっていうか、ちょっと家族の中で一人だけ違うみたいな感じじゃなかったみたいな感じで友達と話してて、みんなそうだったそうだったみたいな、自分一人だけ違ったっていう感じ、話が合わなかったり、家族とも全然話が合わなくて特殊な感じの存在で、全然話が合わなかったっていう人たちで、あわよくばちょっとスケープゴートっていうか、ちょっといじめられるっていうか、なんでかっていうとちょっと意識が高いから、
なんて言うんでしょうね、この家族の中のストレスっていうのをこう吸収できるみたいな、そういう力もあったりとかして、だからこう感情をぶつけられる役とかになっちゃうっていうか、例えばお母さんとかがちょっと怒ってたら、その感情をこうぶつけられちゃったりだとかして、それを吸収する役になっちゃったりとかして、でここからが今日のだんだん本題に入っていくんですけど、落とし穴っていうことで、意識が高いからちょっとみんなと考え方が違うんですよね。基本的にはその社会の、90% とか多くの割合の人とこう思ってることがちょっとだけ違うっていうか、でもそれは結構正しいことを考えてるっていうのかな。例えばだけど、こう政府が考えてるような、ルールとかあるじゃない、法律とかがあって、で法律とかもさ、やっぱり人間が考えてるもんだから 100% こう合ってないかもしれないじゃないですか。なんか見直した方がいいこともあるかもしれないじゃない。だけど多くの人はもう法律だから絶対従うべきでしょって、言うじゃないですか。そうなんでしょうね。そうなんだろうとは思うんだけれども、でも水亀座さんだったら、いやでもここは見直した方がいいよねっていう、さらにこうちょっと上の視点を持ってるっていうか、ただそれに「はいはい」って聞いてればいいんじゃなくて、もうちょっとこう改善する余地があるでしょとか、ここはちょっとおかしいから「はい」って聞いたらダメなところだよね、むしろこうクエスチョン、質問を出していかないとダメなところだよねとかって分かるんですよね。でそうすると多くの人と結局考え方が違っちゃうじゃないですか。9割ぐらいはもう気づかないで、ただ「はい」って言ってればいいじゃんって思ってるわけだって。でも水亀さんはそこで「いやこれっておかしいよね」っていうことに気がついてるっていうか、そう思うわけじゃないですか。だから話が基本的にもう合わなくなっちゃうっていうか、でも水亀さんとしてはもっといい社会になってほしいっていうか、そのコミュニティとかがもっといい状態になってほしいからそう提案してるんだけど、でもこう周りからすると何それって思ってしまうし、あともしかしたらその幼少期とかに、一人だけ違うっていうのでちょっとこう劣等感とか持つ可能性もあるわけなんですよね。でもし水亀さんが自分に自信がなかった場合ってさ、本当にそれっていい考えなんだと思うんですよ。新しく考えていこうよって、これっておかしいんじゃないって思ってることってすごくいいと思うんだけど、自信がないとさ、そこに対してこう強気になれないじゃないですか。でみんなにいやそれ違うと思うからこういうふうに考えてた方がいいんじゃないって提案できるところまでの力を持てないじゃないですか。でそうするともうどんどんこう社会不適合者っていうのかな、ちょっと合わないっていうか変わった子っていう感じでどんどんこう孤独になっちゃうっていうか、どんどんこうみんなと私は変わってて、私が考えてることってちょっとおかしいのかなみたいな、ちょっとこう孤独な状況になっていっちゃうと思うんですね。だから水亀座さんっていうのはある意味とにかくこう自分の思っていることに自己信頼を持つっていうことがとにかくすごく大切だと思いますし、あとそこでそう思ったとしてもみんなとこうじゃあそれの意見を発してってこうシェアしてきました、みんなと喋っていきますってなった時もすごくこう自分と近い友達がすごくできづらい星座でもあると思うんですよね。なんでかっていうとやっぱりさ、こうパーセンテージ的に少ないじゃないですか。少人数っていうか、そのさっきの仏教用語で言ったら知恵を持っているっていうかさ、そういう人って人数としては少ないから、だからどうしても一人っていうかラッキーにも同じような考えの方がいたら素晴らしいけど、さっきの私たちみたいなさ、みんな黒船だったって感じだったら嬉しいけど、そうならない場合もあるじゃないですか。だからある種の自分の孤独を受け入れながら、すごくこうあと自分が考えてることに自信を持ちながら生きていく
生きていくっていうか、その覚悟のようなものが必要なのかなって思います。でまた前回この、天秤座さの時もちょっと話したけれども、太陽星座の場合、ここの、ビデオじゃなくてこの YouTube で星の光の庭ラジオで話しているこの水亀座さんっていうのは、別に太陽星座じゃなかったとしても月とか星団だったとか違う星座にあったとしても、それがちょっとそういうニュアンスがどこかで出るっていう、お話を全体的な話をしてるんだけれども、もし太陽星座で、天秤座さんの場合は逆になんか知恵がわからないっていう人ももしかしたらいるかもしれない。なんでかっていうと、もうそこにやっぱりそれを掴んでいくために太陽星座ってあったりするから、だから本当にそういうものに憧れるけど、なんかわからないなんかわからないっていう方も水亀様さんではいるかもしれないんですよね。なんかその知恵が本当に欲しいけど本当にはっきりわからないみたいな。でもそういう場合は太陽星座である以上は必ず開けていくことだと思うから、やっぱり少しずつこれは本当にそう思うっていうことにそういう感覚を大切に生きていっていただけたらいいかなと思います。はい、ではゆうかでした。次回をお楽しみに。